投資家の皆さん、こんにちは。空飛ぶ投資家、クラウドです。今回も深淵なる投資の世界を覗いてみましょう。ということでですね、今回のテーマはこちらです。ボリンジャーバンド。はい。1シグマ、2シグマ、バンドウォーク。はい。いろいろ言葉がありますね。この動画をですね、最後まで見ると、ボリンジャーバンドが何を表しているのかわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。はい。このチャンネルは投資全般に関わる知識を発信する投資教育チャンネルです。私、クラウドもですね、独自の目線と考え方でできるだけわかりやすくお伝えしようと思います。投資に対する悪いイメージを変えたい。個人投資家が集まって知識を共有すれば世界を変えられる存在になるはずという思いからですね、日本一の個人投資家集団ができたらなと思い活動しております。お知らせですね、無料の現在ですね、オンラインコミュニティをやってまして、主にですね、週末21時から、夜ですね、交流してます。で、スラックでも、ありますのでね、今はね、FX がメインでやってますけども、これからどんどん広げていきたいと思っております。私のトレード手法もですね、公開していきますので、今のうちにチャンネル登録と LINE 登録を忘れずにという感じですかね。はい、ということで、早速本題に入っていこうと思います。ボリンジャーバンドですね。はい、私は今でこそとてもシンプルなチャート設定ですね。今現在は SMA4 本と水平線しか引いておりません。はい、もちろん FX やり始めた頃はですね、皆さんと同じです。こんなにインジケーター表示してました。はい、もちろん嘘じゃありません。皆さんと一緒ですからね、すべて表示してました。もちろん見づらかったですね。はい、じゃあどうやって今のようなシンプルなチャートになったのか、その考え方や方法に関してですね、お伝えしていこうと思います。今回はその中でボリンジャーバンドについて解説していこうと思います。前回と前々回とありますが、MACD、RSI、ストキャスについてね、解説しました。今回はボリンジャーバンドの話になります。はい、じゃあですね、ボリンジャーバンドとはというところなんですけども、中央の線は期間20の SMA、この紫の線ですね。はい。で、標準偏差が S と書いてありますが、シグマだと思ってください。S ですね。はい。内側から順番にですね、上がプラス1シグマ。はい。下がマイナス1シグマ。その次がですね、2倍のシグマ、2シグマになりますね。はい、2倍のシグマを今度引いたものが、マイナス2シグマというものになります。こちらですね、下に書いてある統計学的なうんぬんかんぬっていうのは後ほど詳しく解説しますのでお待ちください。はい、じゃあ標準偏差についてね、まずは簡単にさらっと流していきたいと思いますので、まず例として100点満点のテストだと思ってください。クラス Z とクラス Y がありました。はい、ここに A 君、B 君、C 君、D 君、E 君、F 君と6人います。はい、点数こんな風になりました。で、まず平均点を出しましょう。平均点は、全部足します。足してから6人で人数ね、割りますので53点でした。はい、じゃあ一方、クラス Y では平均点どうなったかというとですね、こんな風に同じく53点となりました。はい、ただですよ、クラス Z と Y、平均点は同じであるものの、クラス Z の一番ちっちゃい、小さい点数は20点、高い点数は90点。クラス Y では、一番低いのが43、高いのが63と、これは一緒と考えていいんでしょうかね。はい。クラス Z の方がばらつきが大きくて、クラス Y はばらつきが小さいですよね。これを表現することはできないのか。ということですね、どうやって比べたらいいでしょうかという話になっていくんですが、はい、まずこのばらつきを比べるということは頭にね、置いといていただければなと思います。クラス Z 平均点は53点でした。まずばらつきを比べる必要がありますので、53点からのズレを見ましょう。ということでですね、平均点との差を見ます。点数引く平均点をやりますね。はい、点数90点、こっちからやっていきましょうね。90点から53点を引くと37ですね。はい、同じように73から53引いて20と。で、同じように計算して、こっちはマイナスの数になりますね。50点から53点を引きますから、マイナス3と。で、引いたところ、こんな風にね、差が出ますね。で、クラス Y も同じようにやります。こんな風に。はい。で、ばらつきを比べたいんですけども、このマイナスが分かりづらいですよね。マイナスがあると、どうやって比べようかなってなるわけです。はい。マイナスが分かりにくいので、じゃあ2乗しようと。2乗したら、マイナスはプラスになりますからね。はい。2乗した値がどうなるか。こんな風になりますね。はい。ここに書いてあります。ここに書いてありますね。はい。1089。マイナス33を2乗したものが1089ですね。はい。同じようにこんな風になります。で、点数引く平均点を今2乗しましたね。2乗しました。マイナスの符号を消すために2乗したわけなんですね。はい。で、クラス Y も同じようにね、2乗しました。はい。これで、符号がね、符号がね、マイナスだったものが取れて全部プラスになったわけですね。よし。じゃあ、これで比べられるということで、これの平均を取りましょうということですね。はい。これの平均を取りますから、今2乗したものを全部足して、はい、同じように人数で割りますね。そうすると、こんな感じ、616.6666点。はい。これを式で表すとですね、差を取ったものを2乗しましたね。2乗、このシグマっていうのが足すっていう意味なので、この
2乗したものを全部足して、それを個数で割ったっていうことになりますね。はい、点数こんな感じです。はい、クラス Y も同じようにね、平均を取ります。こんな風に全部足して人数で割ります。2乗したものですよ。2乗したものを全部足して人数で割っと、こうなりました。はい。で、はい、ちょっと、思い出してほしいんですけど、まず、マイナスの符号を取るために2乗しましたよね。2乗したので、元に戻さなきゃいけません。ということで、平方根を取りましょう。ルートを取りましょうというところですね。はい、616.666.4のルートを取るわけです、ルート。はい、取ると 24.83 となります。この値が実は標準偏差となりますね。はい、クラス Y も同じようにですね、57.66。これのルートを取ると 7.59。これが標準偏差になります。はい。式で表すとこんな感じです。今までのやった計算式をルートを取るわけですね。はい。これが一番最初に出てきたボリンジャーバンドの説明で出てきた標準偏差の式と全く一致しますので、はい、これがやってる操作という形になります。ここで大事なのがですね、標準偏差が大きい。こっちの方が大きいですよね。クラス Z の方が 24.83。一方、クラス Y は 7.59 なわけです。標準偏差が大きいということはですよ、ばらつきが大きいということ。これ大事ですので、ちょっとね、頭の隅に置いといてくださいね。標準偏差が大きいということは、ばらつきが大きいということになります。はい。じゃあ、先ほどのね、こちらの絵にもう一回戻りますけども、もうこれは理解できましたね。ばらつきを出したんだな。ばらつきのことなんだな、標準偏差というのは、ということです。はい。で、ここから、先ほど飛ばしましたが、ここがね、結構皆さんボリンジャーバンドやるんだったら、絶対この確率で見ることになるんですけどもね。はい。統計学的にはですね、相場が正規分布である場合、価格は以下のようなバンド内を動くとみなされます。と書いてあるわけですね。移動平均線、SMA の基準ですね。期間20の SMA プラス1シグマが、ここですね。はい。で、マイナス1シグマが下の方ですね。はい。この内側、この中を動く確率が 68.27% ですよ。で、プラスマイナス2シグマですね。この一番外側のね、この間を動くものが 95.45% ですよ。さらにね、3シグマ、このね、ちょっとチャートには書いてませんけど、プラスマイナス3シグマの中では、ほとんど 99.7% の価格が動くはずですよ、という確率があるわけなんですが、これはですね、あくまでも仮定がこれなんですね。相場が正規分布である場合なんですよ。つまり正規分布ってランダムってことです。相場がランダムだとするのであれば、こうなりますよというものになるんですね。はい。じゃあ、果たしてですよ、相場はランダムなんでしょうか？正規分布に従うんでしょうか？というところが問題になってきますよね。はい。実はこれね、面白い本がありまして、A Random Walk Down Wall Street というね、本があります。これは日本語でも訳されてますね。ウォール街のランダムウォーカーというですね、はい。この本はですね、相場はランダムだというですね、日本でも売れてる本になりますね。はい。一方でですね、実はアメリカですね、アメリカではこういう本も出てるんです。Non-Random Walk Down Wall Street っていう本が出てまして、これ全く一緒ですよね、ほとんどね。ノンがついてるんです、実はここにね。Non-Random Walk Down Wall Street。つまりこの本に当てつけたわけなんですよ。当てつけたんですよね。つまり、普通のランダムウォークダウンウォールストリートの方では相場はランダムだと言ってるのに対して、こちらのノンランダムウォークのこっちの本ではですね、相場はランダムじゃないと。もういろんな科学的なね、根拠を出しながら、はい、相場はランダムじゃないよっていうのをね、後から出版してるんです。ただ、ここなんですよね。日本語訳されてないんですよ。日本語で本が出版されてないんです。これは出版社のね、いろいろね、売れ行きとかそういうお金の絡みだと思いますけども、日本語訳がないんです。なので、日本ではですね、結構相場はランダムだとかって言ってる方も結構いらっしゃいますけども、アメリカではね、アメリカというか、こういう本もしっかりと出版されてまして、相場はランダムじゃないって言ってる人もいるわけです。私個人の考えではね、相場はランダムに近いところとそうじゃないところがあると思ってますので、こういう本があるよというところ、興味のある方、これ全部英語なんですけどもね、読んでみていただけたらなと思います。はい。ということで、先ほどの説明しました正規分布、ランダムに従ってるんだったら、1シグマ、2シグマの意味はあるんですけど、果たしてランダムなのかというところですよね。私はランダムじゃないと思ってますんで、はい。もう全然、値は全く無視というかいらないでしょという考えになってますのでね。はい。で、じゃあ具体的に何を表しているのかと
いうところなんですが、ボリンジャーバンドはあくまでも移動平均線からのばらつき、標準偏差を表しているだけなんですね。あの線が確率何パーセントだからとかっていうのは、ある特定な仮定、ランダムだとするときの仮定の話になります。でも、ボリンジャーバンドはあくまでも移動平均線からの標準偏差のばらつきを表しているだけなんですね、あの線っていうのね。はい。じゃあ、ではバンドの収束と拡散は何を意味しているのかというところですよね。はい。標準偏差、つまりばらつきが大きくなったり小さくなったりしてるわけですよね。はい。バンドがちっちゃくなって拡散こんなにね、広がるわけですよね。バンドがバーンと大きくなったり、ちっちゃくなったりするわけです。つまりそれっていうのは標準偏差、ばらつきが大きくなったりちっちゃくなったりするということになりますので、これって何を意味しているのかというと、結局、ボラティリティですよね。通称ボラですけど、ボラティリティの大小を表しているに過ぎないよねというところになります。はい。で、じゃあ、ボラティリティの大小を表してるんだったら、ボリンジャーバンド見なくても時間管理すれば十分できるよねというところになります。で、ボラティリティと時間管理がなんで結びつくのかというところはですね、また別の動画でね、ボラティリティについてまた別の動画出したいと思いますので、そちらもうちょっとお待ちいただけたらなと思います。はい。ということですね、ボリンジャーバンドというのはですね、私の考えでは、ボラティリティを表しているというものになります。はい。ボリンジャーバンドは期間20でその分平均されてますから、反応はね、どうしてもちょっと遅くなってしまいます。収束拡散もね。ローソク足が一番早いんで、これ絶対ボラ出始めたみたいなのは一発でわかるんですけど、ボリンジャーバンドは、ボラティリティを表していると考えていただければなと思います。はい。ということですね、使っているインジケーターをしっかりと理解して皆さんのチャートに少し、トレードにですね、少しでも参考になればなと思います。はい。ということで、この動画もしよかったなと思ったらですね、チャンネル登録していただいて、高評価、コメントで応援していただけたら幸いです。次回を楽しみにという形ですね。無料のオンラインコミュニティもやってます。続々と参加してくださって嬉しいですね。トレード手法を詳しく知りたい方はぜひ LINE 登録してくださいということで、ありがとうございました。